こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は11月にサプライズ発売されたタイトルを含めて、Xbox で12月に発売される最新作をご紹介します。驚きのタイトルが発売となりましたね。Xbox 版のデスストランディングディレクターズカットが11月7日に突然発売されました。定価4980円で11月22日までの期間は発売記念セールが行われ、半額の2490円で購入可能です。小島秀夫監督がコナミを退社した後に新スタジオ小島プロダクションを立ち上げ、初めて開発した完全新規タイトルとなっていて、小島監督が企画から脚本、ゲームデザインまで手掛けています。元々のオリジナル版は2019年11月8日に PS4 専用タイトルとして小島プロダクションが開発し、ソニーから発売されていましたね。今回の Xbox 版のリリースを機に、今作の IP の保有元は小島プロダクションへと変更されています。ゲームの内容はデスストランディングと呼ばれる現象によって人々や都市が引き裂かれ分断されてしまった未来のアメリカを舞台としていて、伝説の配達人であるサムとなってアメリカ再建のために都市へ支援物資を運び、人々をつなぎながら西海岸を目指していくといった内容となっています。海外ドラマ「ウォーキングデッド」シリーズでおなじみのノーマン・リーダス氏を代表に実在の俳優さんたちが出演することでも話題となりましたね。ゲーム性としては依頼された荷物を受け取り人まで届けることを目的としていて、はしごやロープといったツールも使用が可能です。本作では様々なツールを駆使して道なき道を進んでいくこととなるのですが、重量が特に大事で、重くなるとスタミナの減りが速くなったり移動速度が遅くなってしまうのをうまくバランスをとって目的地までたどり着く必要があります。配達するゲームと聞くと、それは本当に面白いのかなと正直私自身も遊ぶ前は思ってしまっていたのですが、いざ遊び始めるとこの配達作業がね、面白いんですよね。本作は自分以外の他のプレイヤーが設置した道具などを利用することができ、また自分が設置した道具も他のプレイヤーが利用できる間接的なオンライン要素が取り入れられています。このシステムがうまく、ここにはしごがあったらなーってところにちょうど他のプレイヤーさんが置いてくれたはしごがあって安全に進めることができたり、またプレイヤーさんにいいねを送ることもできて、協力プレイではないんだけどゆるくつながれる作りなのがすごく遊んでていいなと思えるポイントだと感じましたね。今回 Xbox で発売されたディレクターズカットでは、オリジナル版に加えて謎の施設に潜入するステルスプレイを楽しめる新たなミッションや新しい施設、サムを追いかけて荷物を運んでくれる自動追従のロボに、高所から飛び降りる際に着地の衝撃を和らげてくれるスラスター、荷物を吹っ飛ばして遠距離へと運ぶことができるカタパルトなど様々な要素が追加されています。また配送以外にも谷間に設置できるジャンプ台を利用し、バイクで華麗な大ジャンプを行えるようになっていたり、新たにレース場が加わりタイムアタックを楽しむ方もオンラインで世界中のプレイヤーとランキングを競うこともできるようになっています。ちなみに過去には2022年8月にオリジナル版デスストランディングの PC 版が PC ゲームパスに対応したこともありました。現在はすでに PC ゲームパスからは外れています。私は当時 PC ゲームパスで中盤ぐらいまで遊びましたが、スペック的にやや不安定な環境でのプレイだったので、今回 Xbox での発売がすごく嬉しいです。テトリスフォーエバー11月13日発売、定価4100円です。発売前であれば 15% 引きのセール価格3485円で購入することができます。テトリスの40年に及ぶ歴史を網羅した決定版となる作品で、これまでにリリースされた15種類以上のタイトルと完全新作を収録しています。カルト的な人気を持つテトリス武道外伝や大爆発でラインを消すことが可能なスーパーボンブリス、1984年に開発された初代を忠実に再現したものなど様々なタイトルを楽しむことができます。また1時間以上に及ぶ初公開のドキュメンタリー映像も付属しています。
さらに完全新作となるテトリスタイムワープは最大4人までプレイ可能となっていて、テトリスの異なる時代をワープしながらプレイを進行し、様々なグラフィックやゲームシステムを一度に体験することができる作りとなっています。テトリス好きにとっては永久保存版の作品となりそうですね。ただ、オンライン対戦には対応しておらず、ローカル対戦のみなので、その点はご注意ください。スピリットマシンフレイリート11月21日発売、定価690円です。インティクリエイツが手掛ける新作 2D アクションゲームです。もともとはエイプリルフールのネタとして発表されたタイトルだったのですが、反響の大きさゆえに正式にゲーム化が決定した作品でもあります。世界観やノリ、キャラクターの見た目まで1990年代のファンタジーロボットアニメをイメージして作られている今作では、見下ろし視点でキャラを操作し、敵を倒したりギミックを解いたりしていくパートの他にも、一人称視点でフレイリートに乗り込んでボスと戦うロボットパートも存在します。非常に安価で買いやすい金額なの嬉しいですよね。飴玉11月21日発売、定価2500円です。アクワイアが企画し、イザナギゲームズが開発・販売を行う新作アクションゲームです。雨の降る江戸の日本を舞台にした和とドット絵的アートを融合した新たな 2D 表現を採用している箱庭型の横スクロールゲームとなっていて、魂だけになった主人公として他人の肉体に憑依しながら戦闘を重ねていき、自分の魂が消えてしまう7日間までに妹を救うという物語が描かれます。キャラクターデザインを手掛けるのはフェイト、グランドオーダー、刀剣乱舞などで知られるラック氏、そして音楽はモンスターハンターシリーズで知られる小宮山優子氏が手掛けています。また Xbox ストアでは物語の冒頭から2時間プレイすることができる使用版が無料で配信されています。プレイしたセーブデータは製品版に引き継ぐことも可能とのことなので、興味のある方はぜひ触ってみてください。ファンタジアンネオディメンジョン12月5日発売、定価6500円です。かつての FF シリーズやブルードラゴンやロストオデッセイなどでおなじみの坂口博信さんが手掛ける RPG で、2021年に Apple アーケードで配信された同作を CS 機向けに移植した作品となります。音楽の方も同様に植松信夫さんが担当しています。本作のフィールドはジオラマで作られていて、実際の模型を撮影しゲーム内に取り込んでいるとのことで、建物や小物など隅々まで精巧に作られた独特な世界観となっています。さらに戦闘システムは王道のターン制のコマンドバトルでありつつも、エイミングという特殊なシステムで攻撃する場所を指定することが可能で、複数の敵を貫通する直線攻撃やカーブする魔法攻撃、円形の広範囲攻撃など、多くの敵をまとめてターゲットにして攻撃することができる戦略性が魅力ともなっています。また坂口さんとしては今作が引退作になるかもと話されていたり、植松さんはゲーム音楽を最初から最後まで一人でやるのは今作で最後にしようとも語られています。そんな作品が Xbox で遊べるのがとても楽しみですね。さらになんと今作は FF とのコラボも行われ、プレイ中様々な FF シリーズの BGM で遊ぶこともできるとのことです。パスオブエグザイル2 12月7日発売、基本プレイ無料です。奥深いスキルシステムやカスタム可能な数百のスキルを駆使し、危険な大陸を冒険する次世代のアクション RPG です。物語は前作から数年後を舞台に蔓延する汚れを止める術を探すことになります。本作には12のキャラクタークラスが登場し、魅力的なスキルを付与する240種類のスキルジェムと、スキルの挙動を変化させる200種類のサポートジェムが存在。それらを組み合わせて自分だけのビルドを作成することができるようになっています。また、他機種とのクロスプレイやクロスプログレッションにも対応していて、最大6人のプレイヤーでオンライン協力プレイを楽しむこともできます。そして、インディ・ジョーンズ大いなる円環が12月9日に発売日初日からゲームパスに対応します。ベセスダ・マシンゲームスが開発を手掛ける最新作ですね。一人用のアクションゲームとして作られていて、近接戦とステルス、銃撃戦を組み合わせた戦闘を楽しめる作品となっています。本作については後日改めて詳しくご紹介させていただきますね。ということで今回は今後 Xbox で発売される最新作をご紹介しました。
私のチャンネルでは今後も Xbox 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。